うも、モンピーファームです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回なんですが、こちらにありますクリーピングタイムの冬場の様子を今からちょっとお見せしていこうと思うんですけども、2022年に入ってから、ちょっと気温が本当に今年は割と低い日が多いなというふうに感じてるんですけども、ちょっと風が強くてすみません、髪型が乱れまくって申し訳ないんですが、ここ最近で一番寒かった日で確かマイナス12度ぐらい、ここ最近でここまで下がった年っていうのはあんまないかなというふうに思うくらい寒い日があったんですけども、そんな中ちょっとこのクリーピングタイムのこの真冬のこのマイナス12度の寒さに当たった時の様子っていうのをちょっと今からお見せしていこうと思います。一応こちらが結構昨年からずっと剪定とか夏越しとかいろいろ紹介させていただいてきたクリーピングタイムの様子、今の様子なんですけども、パッと見た感じは結構もう葉っぱを触るとカサカサ音がすごいして、もうある意味ドライフラワーみたいになってるような状態にはなってしまっています。で、中の方を見るとまだ葉っぱがこう柔らかい、まだこうドライみたいになってないような葉っぱが残ってるんですけど、地域によっては暖かい地域だと多分こんなにこうカサカサパリパリちょっと葉っぱが傷むようなことはないかもしれないんですが、一応このクリーピングタイム自体はこれ多分もう3年目ぐらいの株なんですけども、毎年ある程度マイナス10度ぐらいまでは下がるので、それでもこう冬越しはするので、もしその昨年初めてクリーピングタイムを植えてちゃんと冬越しできるのかなっていうふうに心配の方もいらっしゃると思うんですけども、うちの場合そのクリーピングタイム冬越しするときに何かこう布で覆ったりとか、なんかこう藁を乗せてあげたりとかっていうのは全くせずに、ここの場所自体結構日当たりがいい場所なので、そんなにこう気にすることなく、ラベンダーとかローズマリーとかも今までちょっと冬越しの仕方紹介してきたんですけども、それと同じく基本は何もせず放置というやり方で毎年冬越しをしております。で、昨年そのクリーピングタイム、その剪定の仕方とかもいろいろ紹介してきたんですけども、おそらくうちの地域だと3月ぐらいにまた気温が上がってきたタイミングでこのパリパリになってしまった部分を一気にこう剪定してちょっとちっちゃく切り戻してあげて、また1年過ごすような感じの管理の仕方になっております。寒い。今日が当たっててなんとかこう外に入れるような感じなんですけど、これが日が沈んでしまうと多分もう一気にマイナスに気温が下がって、ちょっと外にはいるのが辛くなってくるのかなって感じなので、一応クリーピングタイム育ててる方、もしこうパリパリになってしまってても焦らずに、気長に春を待ってまた剪定をすればいいかなというふうに思います。で、こちらに割ってるのもクリーピングタイムの斑入りのタイプフォクスリーという品種なんですけども、こっちの品種の方が普通のこう斑入りじゃないクリーピングタイムに比べて寒さにもっと強いような感じがします。葉っぱも割とまだ柔らかい感じで、しっかり色もまだ残ってるような感じなので、
品種によってはそのクリーピングタイムの寒さの強さというのも変わるとは思うんですけども、一応この下にもあって、これも寒さに当たると斑が入る。こんな感じで黄色く、ちょっと見えづらいかな、見えるかな、こんな感じで、普段は夏は緑一色のタイプなんですが、寒さに当たるとこう黄色く色が変化してくるタイムになります。これが一番なんか見た感じ寒さに適応してるような感じがします。はい、我が家のクリーピングタイムは今こういった感じになっております。クリーピングタイムの今の真冬の様子をちょっと紹介してみたんですけども、これから1月2月って入っていて、多分さらにこうちょっと気温がぐっと下がる時期になると思うので、なかなかガーデニングをするという季節ではなくなってしまうんですけども、もしまたこの冬の間に株に変化とかがあったらちょっとまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひお待ちいただければと思います。でもし今回の動画が少しでも参考になったよって方いらっしゃいましたら、グッド評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ということで、もうちょっと寒いので今回はこれでおしまいになります。最後までご視聴ありがとうございました。